こんにちは。今日はトラベラーズノートの使い方のご紹介をしていきたいなと思います。以前もですね、4ヶ月前ぐらいにトラベラーズノートの使い方の紹介動画上げてるんですけど、その時からね、ちょっと使い方が変わったなっていうのと、あまりにもね、その時ちょっとマイクの音質が悪くて、ちょっとね、あまりにもクオリティが低くて申し訳ないなっていう感じがあるので、今回ちょっとそういう面でもね、アップデートしたところをご紹介できたらいいのかなと思ってます。このチャンネルでは手帳だったり、手帳に関するアイテム、文具みたいなものに関しておしゃべりをしている動画になります。よろしければチャンネル登録お願いいたします。では本題に入りたいと思います。多分ね、その前回の4ヶ月前に見せた時は多分まだいろいろクリップがついてたりとか、ここにキーホルダーがついてたりしたと思うんですよね。それらがね全部なくなりました使ってるうちにだんだんめんどくさくなって外していっちゃって、結局一番この何もない形が使いやすいなというところに落ち着いています。確かね、当時動画撮った時もね、そのうちなくなるって言って予想したと思うんですけど、まさにその通りの状態になってますというとこですね。でそれから大きく変わったのが、ペンが変わりました。その時はですね、ちょっと色違うんですけど、ユニボール 1F にゼブラのね 0.28 の芯かなんかを、ゼブラじゃないや、シグノの 0.28 のリフィルをね入れたものを使ってたんですけど、キャップレス万年筆を買ったので、キャップレス万年筆が、メインのペンに変わりました。そしてここのね一番後ろのところにこのペンホルダーをつけて使っていたんですよ。ペンホルダーをねつけて使ってたんですけれども、ちょっとねここのペンホルダーだとこの万年筆だとね保護できる範囲が狭すぎて少し不安になったので、今はこのプロッターのね M6 サイズのところのペンホルダーを使って挟んで、しまうというシンプルな形に落ち着いてます。ではちょっと中見ていきたいと思います。表紙は前回動画でねカスタムしたものに変更してます。ここにポケットがついていて、ラベルシール入れてます。これは後で出てくるノートの、月のねタブをつけるために使ってるっていう感じです。で一番最初にマンスリーが入ってます。このマンスリーのところにはですね、ここに、付箋、スケジュールの仮予約用の付箋と、それからこれは通販でまだ届いてないものをチェックするために使ってる無印の付箋になります。そしてペンホルダーはね今ここに移動してきて、これを入れてます。これ何か分かりますかね。これスマホのストラップをつけるために充電器のところに挟むやつなんですけど、このちっちゃいやつをねなくしそうで不安だなっていうのと、意外と休日家から出る時にストラップあると便利だなって思うことがあって、このすぐ取り出しやすい部分にしまってます。で、この手帳ですね。これマンスリーとイヤープランナーが入ってるものになります。でイヤープランナーのところにはね結構定期的に行く予定を書いてるっていう感じですかね。例えば、松葉だったりとか宿毛行ってたりとか、あとはマッサージ系とか歯医者さんの予定みたいなもの、これは、いつ行ったかを書いてるっていう後で書くログの意味合いが強いページになってます。でこのページよく開くのでブックマークをつけてすぐに開けるような状態にしています。ここの使い方はね多分変わってないと思う。でそれからマンスリーかな。はい、ここも、プライベートのスケジュールだけを書いているというところは変わらないですね。で基本的には、プライベートスケジュール、病院のスケジュールとかだけが入っていて、仕事のスケジュールっていうのはもう完全に会社のスケジューラーで管理してるっていう感じになってます。でシールがついてるところはですね、生理予定日と実際に生理が来た日みたいな感じで貼ってあったり、青いシールのところは、有給取った時ですねを書いてます。あとはちょっと
タスクのメモというか、ちょっと長期的なタスクのメモを付箋に書いて貼ってたり、その週にあるイベントですね。この間ほぼ日のフルラインナップ発表されましたけど、この週こういうイベントあるよみたいなものを書いてたりします。でこのマンスリーの一番最後のページ、ここにはちょっとね、このパスワード系であんまり使わないんだけどたまに必要になるやつをメモしていたり、よく使う会心のメモがあったり、買い物ですね、日用品の次家出た時に買おうって思ってるやつを付箋にメモしてたりします。で最後のね、このページのところには封筒を自分で貼り付けてます。この中にさっきマンスリーで出てきたシールを入れてたり、あといざという時の絆創膏を入れてます。結構ね、この絆創膏にすごい救われてます。新しい靴買うとウキウキで履いていっちゃうんですけど、後で靴ずれがそういえばしやすいんだったっていうことをね思い出すことが多くって、これにね助けられてお出かけが楽しく行けることが結構多い。バンドエイド大事って思いました。はい。で、それから次のノートはこのプライベートじゃないや、仕事用のノートですね。で仕事用のノートも使い方は以前と変わってないんですけど、一応取り直しっていう感じなので説明しておきます。簡単なバレットジャーナルみたいなことをやってるイメージが近いのかなと思います。最初に日付を書いて、その日の一日のスケジュールを書く。でその日にやりたいタスク、その日に限らず、今持っている残タスクっていうのを全て書き出すっていうようなことをやってますね。でこれで終わったものは四角を塗りつぶすし、ちょっと手をつけたんだけど完了はしてないよっていうものはこういう感じで半分塗って、でまた次の日に繰り越して書いていくっていう感じにしてます。でこれが仕事用のやつですね。でこの仕事用の一番後ろのページには先ほど紹介した無印の付箋っていうのを貼ってます。ここで注文してまだ届いてないものっていうのをメモしておいて、忘れないようにしてるって感じですかね。結構そのお洋服とかだと先行予約があって届くのが 1,2 ヶ月先だったりとか、あとはアニメ系の受注生産グッズとかですね、こういうのもかなり先になったりするので忘れないようにメモっておいたりだとか、あとはチケット返金とかですね。この間その8月の中旬7号だったかな、台風のせいで私行こうと思ってたねソニックマニアっていう夏フェスに行けなかったので、その返金手続きというのが今真っ最中で、それをねちゃんと返金されたかっていうのを確認するのを忘れないようにここはメモしてたりします。はい、これがお仕事用の一応ノートって感じですね。で3冊目が、これは完全にプライベート用のノートになってます。この間ねちょっと京都に旅行してきたのでトラベラーズファクトリーの京都のスタンプを表紙に押してきました。なんか全然綺麗に押せなかったんだけど、これもね味ぐらいのこういう雑さでいいなっていう感じで私は結構気に入ってます。でここはねまだ書いてないんですけど、ここでは基本的にハビットトラッカーみたいなことしてますね。毎日何歩歩きましたかとか、お通じがありましたか、お湯に使ってお風呂に入りましたか、生理ありましたかっていうのと、お菓子食べたかと、ご飯ちゃんと食べたよ、自炊したよとか、外食したよとか、ウーバー頼んじゃいましたみたいなことを簡単に記号でメモするためだけに書いてるっていう感じですね。で最後は私イソトレチノインっていうニキビ用のお薬みたいなやつ飲んでるので、それがちゃんと飲み忘れずに飲んだかっていうようなメモも入れてるっていう感じです。で次のページではここ書いてないんだけど、ショッピングリストですね。あんまり日用品みたいなものを書いているわけではなくて、趣味で購入したものを、衝動買いをなるべく防ぎたいっていう思いで書いてます。例えば今8月のねやつ、これちょうど新しいのに今入れ替えたんですけど、こういう感じで文具買って高いものね買ったらちょっと丸つけたりとかしててって感じですかね。
こういうの買いました。服とか、あとは文具系とかかな、本買ったり映画のチケット買ったりみたいなのはこの辺で書いてるかなっていう感じです。でこれがあって、で結構ねこの辺のプライベートのノートはこの後ろ側から使ったりもしてます。ここに書いてるのは今欲しいなって思いながらも、買ってない、買うことを悩んでるアイテムっていうのを書いてます。まあね、このずっと前のノートから引き続いてきているアイテムが書かれてますね。そうって感じかな。これが3冊目のプライベート用のノートです。でこのねノートを何に挟んでるかっていうと、ちょっと解体しますとこういう感じで、こういうねクリアファイルに入れてます。ここにマンスリーの部分を、表紙を挟んで入れてて、プライベートの方もこの後ろのところをね挟んでしまってるみたいなイメージですかね。で真ん中のところに、真ん中のゴムに引っ掛ける形で、2冊目を挟んでるみたいな使い方をしています。これね結構気に入ってるんですよ。もともとは以前ねご紹介した時はこれはね布のブックカバーみたいな感じで作ってたと思うんですけど、やっぱり布どうしてもちょっと厚みがね出てしまって大きくなっちゃうので、あれはあれで可愛くて好きだったんですけど、このクリアファイルでねあんまり厚みが出ない形で使えるのが今は気に入っています。でこのね3冊目の後ろのところにはこれいくつか紙を挟んでます。でこれ何挟んでるかっていうと、これねミニ6サイズのリフィル挟んでます。まだ穴開けてないんですけど、システム手帳に残しておきたいなって思った時にその場で書けるようにっていうので、システム手帳用の予備のリフィルを入れてるのと、あとはこれはあれですね、紙のサイズ情報、これ最近ちょっと挟みました。手帳どのぐらいのサイズだっけなとか、手帳カバーにこの手帳って入んのかなとか多分手帳好きさんとか紙物好きさんあるあるだと思うんですけど、この A4 とか B6 とかね、そうサイズ感だんだん分かんなくなってきちゃうんで、ちょっとそれをこう分かりやすくするためにこの紙を挟むようにしました。でそれかな、これはね前から変わってないかもだけど、ウィッシュリストですね。今年これやりたいなみたいなことをだいたいこう皆さん100個とかね書いたりしてると思うんですけど、私100個も書けないので、なんか思いついた時にこう継ぎ足せるようにこの紙に書いておいて、で最後に穴開けてこれもリフィルに閉じればいいなって思って、作ってます。であとこの YouTube のネタ帳も同じ感じ。最終的にリフィルに閉じるんだけど、システム手帳のリフィルに閉じるんだけど、一応一旦常に持ち歩いておきたいっていう感じがあるので、この紙っぺらのまま持ってるっていうとこですね。でこれを入れてたり、あとこれもね最近やり始めたんですけど、日記の目次を作りたいなと思いまして、これを作り始めました。私ねロールバーンでこの日記を書いてるんですよ。でロールバーンで日記書いてるんですけど、その何日に日記を書いたかっていうことがちょっと今可視化されてないなと思ったので、どれぐらい日記書いてるかっていうのを分かるように、ちょっとこれもねこの持ち歩きの手帳の方に挟んで、常に手元にあるような感じにしています。でなんでねこの目次をわざわざ持ち歩く必要があるのかっていうところが、次のリフィルに関わってきます。よいしょ。ちょっと一旦しまって、で最後のねリフィルがこの、私はクリップボードリフィルと勝手に呼んでるんですけど、ここにはですねロールバーンの紙をそのまんま用紙を挟んでいます。
これ以前動画見ていただいてる方はね知っていただいてるかなと思うんですけど、このクリップボードリフィルに挟んだ紙にですね、直接もうこういう感じで、日記を書いていっています。で1枚埋まったら抜いてこっちのリフィルに、しまっていくっていうような使い方をしてます。それをやってるのは私日記をね家でこうゆっくり手帳タイムみたいな感じで書くわけではなくて、空き時間仕事のお昼休みだったりとか、ちょっと出先で寄ったカフェみたいなところでなるべく書きたいっていう思いがある。なぜなら家で手帳時間を取ろうと思うとやらないタイプなのでなので出先のちょっと空いた時間に書くっていうことをやるために、このクリップボードリフィルを持ち歩いてここで日記を書くっていうことをやってます。なのでここのタイミングで日記を書くことが多いので、このどれだけ日記を書いたかっていう目次代わりの紙も持ち歩いていた方がその場でこうやれてしまうのでいいなということで、ここに挟んでいますというとこですね。で最後に、このこれも一番最初のポケットリフィルですね。ここに定規と、チケット半券を挟んでるっていう感じです。あんまりめちゃくちゃ変わってるわけじゃないんだけど、地味にアップデートされたっていう感じではあります。最後のねゴムのところはこのiPhone の SIM カードを出すやつ、これ使ってます。これおすすめ。あんまり厚みが出ないのと、こいつ自体をねなくしやすいので、ここにあると分かっていれば使えるし、旅行先でね SIM カード入れ替えたい時とかにもこの手帳は必ず持っていくので、忘れずに済むっていうことでこれおすすめです。はい、という感じでね、かなり駆け足ではあったんですけど、ちょっとアップデート版、手帳の使い方です。でね、今ねちょうど4月ぐらいから使い始めて8月まではたので4、5、6、7、8、5ヶ月4ヶ月5ヶ月ぐらいトラベラーズノート結構使い続けてるっていう状態ではありますね。でリフィルもね今123冊ぐらい、仕事で2冊とプライベートのハビットトラッカーとかやってるようなやつで1冊ぐらい、使い終わったかなという感じです。今はねそんなに量がないので、このクルミッコのカンカンの中に一旦入れて保管してるっていう状態ですかね。なかなかいい感じになってると思います。で最近ねすっごいお気に入りの付箋があって紹介したいんですよ。それがねこれめっちゃ好きで、これもあるし、これ4色持ってるんですけど、この100均で売ってる方眼紙の付箋がねめちゃくちゃいいです。すんごく使いやすくて、これとね、全部で12345個買いました。黄色2個買ったこれ私は、キャンドゥとセリアトで、見かけたことがあります。でね、見た限り色はこの4色があって、青の方眼、それから水色の方眼、黄色の方眼、このねピンクともオレンジとも言い難いコーラルぐらいの色の方眼の4色が出てます。でこれすごい使いやすいなって思ってて、さっきも見せた中に結構ねここにも貼ってるし、ここにも貼ってるんですけど、これすごく使いやすいです。このトラベラーズノートに挟むノートの中にちょうどいいサイズ感で、結構粘着力もあるのがいいなっていうのと、結構このノートに丸々書きたくないなっていう時とか、別のに後で転記しようと思ってることなんだよなっていうことを一旦書いておくのにすごくいいです。見てもらうと分かると思うんですけど、今私はこの目代わりで何買おうかなって考えてたメモとか、
あとはこのほぼ日今これ悩んでるんだよねみたいなことを書いていたりだとか、あとは簡単な日記もここにちょっとメモったりとかしてます。私は何でもない日の日記って言ったらおかしいですけど、通常の日々のしょうもない愚痴みたいなことは本当に 2,3 行で終わっちゃう感じなんですよね。ただなんかお出かけした時のなんか日記はデコりたいみたいな、ちょっとシールとかも貼って華やかにしたいなみたいな思いがあって、実際ねそういうこう日記を書いてたりするんですよ。これこの間京都旅行行った時の日記なんですけど、こういう家でゆっくり書きたいことなんだけど書くこと忘れちゃいそうだなっていう中身とかをここにね書いておいて、家帰ってから日記書く時にもとりあえずこの付箋ごと貼っちゃって、あとシールとか貼るみたいなのがすごい私は使いやすくて向いてます。後で書こうと思って覚えておくっていうことがすごく苦手というか、そうすると面倒くさがって書かなくなっちゃう。今思いついた瞬間に書いて、後でそれをただ移動させるだけならすごいズボラな私でもできる日記の続け方っていう感じですごく気に入ってるので、このサイズのね付箋すごくおすすめです。これめっちゃいいです。でただ1個ねちょっと気になったのが、黄色とかピンクは線がね薄いんで結構文字の視認性がいいんですけど、このねちょっと濃い青、これはねちょっと色が強いので人によってはあんまり好きじゃないかもなって思いました。私はねこの青の色が好きで買ったんですけど、いざ文字書くと見にくいなってすごい思ってますだから買うんだったらこの黄色とかピンク、あとはまあ水色もギリって感じですかね、水色ピンクが書きやすいんじゃないかなと個人的には思ってます。これ一押し。それからもう一個おすすめがあって、これスーパーフラットクリップっていうやつですね。これオートさんから出てるやつなんですけど、この紙1枚でも挟めるクリップ系のやつです。こうやって挟めるやつ、これもね結構いい。すごく私街灯月、常にこの灯月をねスッと開けるようにしておきたくて、ただなんかしおりとかだとビロビロなっちゃうし、あんまり他のねこのノートを書くときにデコボコが影響してほしくないなっていう気持ちがあって、でもこの指で触った時にしっかり引っかかり感のあるブックマークっていうのをね常に探してる人間なんですけど、ちょっとねその中でこれなかなか良かったです。このクリップかなりこの薄い、幅もね薄いんですけど、このね8月までの結構しっかりした厚みのある紙もスッと挟めてくれるし、意外とねこれいいです。多分1枚のね紙だけでやるとここのちょっと跳ね上がってる部分がデコボコするので嫌だなっていう感じがあるんですけど、3枚以上とかを薄く留めたい時、これちょっと一押しです。このスーパーフラットクリップさん、もし見つけたらぜひちょっとお試しいただけたらいいかなと思います。500円しないぐらいでね買えたと思います。何個セットだったかな、495円、ちょうど500円ぐらいです。22個入りなんで結構なくしても使いやすいなって思ってます。はい、じゃあそんな感じで一応私の手帳のというかね、現在のトラベラーズノートの使い方のご紹介でした。なんかねこの持ち歩き手帳は常に使い方を更新していきながら、その時の自分にフィットした使い方を探すっていうのが楽しい
手帳だなと思っているので、定期的にね、なんかクォーターに1回ぐらいの感覚で今こういう使い方してるよっていう動画を出していけたらいいなと思ってます。それではまた次の動画をお楽しみください。またね、バイバーイ。